から清須、稲沢、一宮、笠松を経由して岐阜の城下町に至る道は岐阜街道と呼ばれます。今日はこの岐阜街道を走ってみます。さらに岐阜の中心地からは郡上市まで郡上街道を走ります。ゴールは郡上八幡城です。おはようございます。私は今、愛知県稲沢市にある長光寺に来ています。かつて織田信長が清須城を居城とした際には、よく遊びに来ていたと言われる寺です。通称、六角堂と呼ばれる中央の六角形の地蔵堂は、中国風の室町建築です。この辺りの住所も稲沢市六角堂です。もうすぐ8月も終わりですが、本日の岐阜の予想最高気温は38度です。岐阜といえばなんとなく涼しそうなイメージがありますが、実際はかなり気温が高くなりやすく、なんなら名古屋よりも暑い日もあります。天気がいいのはありがたいことですが、連日いくらなんでも暑すぎます。まずは以前走った美濃路を北に進みます。名古屋からここまでは美濃路との重複区間のため今回は省略しました。ここ四谷の追分から岐阜街道は北に分岐します。左には JR 東海道本線が走っています。岐阜の中心部まではおおよそこの路線と並走します。県道190号を渡り、旧織津村に入ります。愛知県内の岐阜街道は現在はこの県道190号に置き換わっています。岐阜街道という名称はあくまで通称であり、名古屋から岐阜方面に向かう人々にそう呼ばれた道です。なので岐阜から名古屋に向かう場合には、名古屋街道や熱田街道などと呼ばれる場合もあります。また岐阜で採れた鮎を慣れ寿司として名古屋まで運び、東海道で江戸まで届けられたため、鮎寿司街道やお寿司街道と呼ばれることもあります。いずれにせよ、昔から名古屋と岐阜の経済的文化的結びつきは強く、その傾向は現代でも変わりません。岐阜駅から名古屋まで電車で30分もかからないので、県をまたいで通勤通学している人も多いです。赤池の集落に入っていきます。右には赤池一里塚跡があります。この先は逆向きの一方通行のため、県道190号に迂回します。県道を外れ、岐阜街道に戻ります。ここから一宮市に入ります。名神高速道路の下をくぐります。この先は行き止まりのため、県道190号に迂回します。高木北で岐阜街道に戻ります。この先は一方通行のため迂回します。ここ牛野通りから岐阜街道に戻り、県道190号を北に進みます。県道を外れ、一宮の中心部に入っていきます。この先には逆向きの一方通行があるため、逆から撮影します。
左には一宮一里塚跡があります。本来の向きに戻ります。駅前の市街地に入っていきます。古くから尾張北西部の中心地で、名古屋へも岐阜へも電車で最短10分ほどで着き、アクセス良好です。本町商店街のアーケードの下を走ります。まだ11時前なので自動車で通ることができます。毎年7月の下旬にはこの商店街では日本三大七夕祭りの一つである一宮七夕祭りが行われます。時代の流れもあり、ミス七夕は2022年に廃止されています。正面にあるのは増田神社です。道はまた県道190号となります。増田神社に立ち寄るため本来のルートを外れます。増田神社は尾張の国の一宮であり、一宮の町はこの神社の鳥居前町として発展しました。市の名前ももちろんこの神社に由来します。雨の穂は仮の命を祀り、創建は神武33年、つまり2600年以上前と言われています。ただし第二次世界大戦の空襲によりほぼ全焼したため、建物は戦後に再建されたものです。増田神社の近くの岐阜街道は逆向きの一方通行のため、大宮から逆向きに撮影を再開します。県道190号に戻ってきました。大宮から本来の向きに戻ります。日光川を渡り旧神戸村に入ります。ここから県道190号に戻ります。一宮市の中心部は第二次世界大戦中、アメリカ軍の焼夷弾による激しい空襲を受けているため、古い町並みはほぼ残っていません。車の流れが悪くなってきました。一宮といえば渋滞で悪名高き一宮ジャンクションがありますが、名義道路ができれば解消する予定です。ここ馬寄せて県道190号を外れます。この辺りの道は付け替えられています。この辺りから旧羽振郡木曽川町に入ります。木曽川町は2005年に一宮市に編入されました。東海北陸自動車道の下をくぐります。本来ここから郡上まで東海北陸自動車道で行けば1時間もかかりません。旧黒田村の集落に入っていきます。この辺りまで来ると街並みに昔の雰囲気があります。中世にはこの辺りに鎌倉街道の宿場である黒田の宿があり、栄えていたそうです。現在では県道190号沿いにイオンモール木曽川があり、その辺りが一番栄えています。ここから県道181号を西に進みます。JR 東海道本線の線路を渡ります。名鉄名古屋本線の線路を渡ります。ここから県道190号に戻り北西に進みます。ここ北方で県道を外れます。本来のルートはこの先で、方への渡しで木曽川を渡ります。
方への私は笠松の私とも呼ばれます。県道190号に迂回し、木曽川橋で木曽川を渡ります。愛知県から岐阜県羽島郡笠松町に入ります。旧国名も尾張から美濃となります。笠松の集落に入っていきます。本来のルートはここを直進ですが、笠松町歴史未来館に立ち寄ります。笠松町歴史未来館はここ笠松の歴史や文化を伝える施設です。見学は無料です。また近くにある杉山家住宅は醸造業を営んでいたこの地の有力者の邸宅で、当時の生活が再現されています。こちらも無料で見学できます。では本来のルートに戻ります。笠松は木曽川を利用した運輸で栄え、明治時代初期には岐阜県庁が置かれていました。左には笠松問屋跡があります。名鉄竹花線の線路を渡ります。ここから岐阜市に入ります。言わずと知れた岐阜県の県庁所在地です。境川を渡るために迂回します。木曽川が尾張と美濃の国境となる前はこの川が国境でした。西川手で本来のルートに戻ります。国道21号議題バイパスを迂回します。旧下川手村に入ります。先ほどから正面にはちらちらと岐阜城が見えるようになってきました。この直線の道は大正時代の地図では八丁縄手と記されています。縄手とは田んぼ道のことであり、古い地図上ではこの辺りには何もありません。ここ旧上川手村で中山道と合流します。中山道の宿場町である加納宿を走ります。名鉄名古屋本線の線路を渡ります。ここ新田からは逆向きの一方通行のため逆から撮影します。旧上加納村から南東に進みます。この辺りは岐阜城の城下町であり、すでに岐阜街道のゴールであると言ってもいいかもしれません。1567年、織田信長は小牧山城から稲葉山城に居城を移し、天下統一を目指しました。その際に町の名前をそれまでの井の口から岐阜に改めたと言われています。信長は楽市楽座によって城下町の経済を活性化させ、戦乱で荒れ果てた岐阜の町を復興したと言われています。なので岐阜における信長の支持率は名古屋と同じく高めです。新田まで戻ってきました。ここで JR 岐阜駅に立ち寄りたいと思います。JR 岐阜駅前には岐阜のシンボル黄金の信長構造があります。台座の高さが8メートル、像が3メートル、3層の金箔張りで制作費は約3000万円とのことです。次はこの左にある岐阜シティタワー43に登ってみたいと思います。岐阜シティタワー43は2007年に完成した地上163メートルのビルで、超高層マンションとしては東海地方一の高さです。
最上階の展望室は入場無料で岐阜の街並みを見渡すことができます。次はここにある小金神社に向かいます。はい、小金神社に着きました。懲りもせずまたロト6を買ってきました。金色の鳥居、金色の竜と見たまんま金運アップに霊験新たかとされる神社です。ちなみに過去の成績は名古屋の山田八幡宮で2度祈って2000円買って1000円のバックです。さて今回はどうでしょうか。ロト6が当たりますように、ロト6が当たりますように、ロト6が当たりますように。結果はエンディングで発表したいと思います。では旧上加納村から車の映像に戻ります。岐阜街道はここ金園町に交差点までで、ここからは郡上街道を走ります。まずは東に向かって走ります。郡上街道は岐阜県の中心部と北部の郡上を結ぶ道です。今回は郡上市の郡上八幡城をゴールとしますが、白山への参拝のために利用された道でもあるため、終点を井戸代の白山中居神社とする場合もあります。また郡上からさらに北の飛騨へと通ずる道であるため、飛騨街道と呼ばれる場合もあります。さらに郡上から西に向かい越前方面にも続くため、地図によっては越前街道と表記されています。旧北石木村を走ります。旧野石木村に入ります。ここから山を回り込むように北に向かいます。正面に見えてきたのは船伏山です。ここから道は国道156号となります。ゴールの郡上市までこの国道156号に沿って走ることになります。旧岩田村で国道を外れます。国道248号を渡ります。国道248号は以前京坂街道を走った際に蒲郡市内で走っています。旧芥見村に入ります。旧街道は左にある清水山の裾を回り込むようにカーブします。昔は岐阜市中心部から美濃市まで郡上街道に並走するように名鉄美濃町線が走っていましたが、2005年に廃線となっています。旧芥見村町屋の集落を走ります。かつてはこの左に長良川を渡る芥見の渡しの渡船場がありました。昔は長良川はこの辺りでは相川と呼ばれ、今ある橋の名前も相川橋です。ここからは坪川沿いを走ります。本来のルートはここ大野木で川の対岸に渡りますが、次の橋まで迂回します。ここから関市に入ります。市名はこの地にあった関所に由来します。坪川を渡り、ここ下白金から本来の郡上街道に戻ります。ここまでは明治24年の2万分の1の地図を参考に走ってきました。しかしここから先は明治39年の5万分の1の地図を参考とするため、ルート選択の精度は若干下がります。国道156号に戻り、小柳を走ります。
ここを右に行けば関市の中心地となります。右には関刃物ミュージアムがあります。関市は古くから刃物の生産が盛んで、世界三大刃物産地の一つに数えられます。包丁のブランドとして知られる関の孫六は室町時代にこの地で活躍し、名声を得た刀匠です。旧瀬尻村尾瀬を走ります。国道418号を越えます。東海北陸自動車道の下をくぐります。旧下内村に入ります。ここからは明治42年の5万分の1の地図を参考とするため、ルート選択の精度はさらに低くなります。まあおおよそこんな感じでしょくらいに思っていただけたらありがたいです。右には山という漢字の成り立ちがわかるような山があります。調べたところ松倉山のようです。東海環状自動車道の下をくぐります。最近本栖大野合土間が開通したので、完全に環状になるまでもう少しです。ここから美濃市に入ります。再び東海北陸自動車道の下をくぐり、旧中内村に入ります。ここ森松で国道を外れ、神槌へと入っていきます。江戸時代、神槌の長良川には港があり、水運の要衝として町は栄えました。古い町並みが残る神槌の中心地に入っていきます。この辺りは美濃町重要伝統的建造物群保存地区となっています。江戸時代、神槌は小倉山城の城下町として発展し、特に美濃和紙の生産地として有名でした。財を成した家にはうだつが設けられたため、この辺りはうだつの上がる町並みとも呼ばれます。うだつとは本来は火災時に延焼を防ぐために屋根に設ける防火壁ですが、後年は裕福さをアピールする装飾的な意味合いが強くなりました。本来のルートはこのまま道なりですが、寄り道をします。旧今池住宅美濃資料館は上庄で庄屋でもあった今池の町屋を利用した施設です。有料施設ですが、帳場や中には蔵を利用した展示スペースなど見どころは豊富です。また近くにある美濃和紙あかりアート館はこの地の伝統工芸である美濃和紙をライトアップして展示しており、映える写真を撮ることができます。では本来のルートに戻ります。国道156号に戻ります。この辺りの本来のルートはこの右ですが、道が喪失しているため国道を走ります。昼もとっくに過ぎているため、道の駅美濃にわか茶屋で昼食にします。せっかく岐阜に来たので、小餅やゆ甘露煮定食を食べました。柔らかく煮込まれているため、頭から骨ごといけます。毎回ランチは1000円以下ですが、今回は奮発しました。では郡上街道に戻ります。国道の一本東の道を走ります。蘇代の集落に入ります。これまでは濃尾平野でしたが、本格的な山が近くなってきました。ここからは上り坂が多くなりますが、外は暑くエアコンをガンガンに効かせて走っているため、ガソリンの消費が心配です。蘇代用水沿いに北上していきます。蘇代用水は江戸時代にできた灌漑用水で、約1000ヘクタールに水を供給しています。
ここから国道に戻り長良川沿いを走ります。本来のルートはこの辺りから蘇代の渡しで長良川の右岸に渡ります。立花橋で本来のルートである対岸に渡ります。左のレンガ造りの建物は長良川水力発電所です。立花の集落を走ります。この先は工事中のため反対側に回り込みます。東海北陸自動車道と長良川鉄道の下をくぐります。ここから本来のルートは左の地蔵坂峠と呼ばれる道のようです。しかし車では通れない道のため佐賀坂の集落を走ります。明治42年の地図ではすでにこちらがメインのルートとなっています。どうもここから先は車では入らない方が良さそうなので徒歩で撮影します。しかし暑い。先ほど車の温度計は外気温41度となっていました。若干高めに表示される傾向はありますが、それでも30度台後半はありそうです。農道につき一般車両は通行をご遠慮くださいの看板が立っていたため歩いていますが、もしかしたらこの道のことではないかもしれません。でもまあこの先すぐに車両通行止めになります。森に入った途端虫がたかってきます。そんなに長くない距離なので横着して虫除けスプレーを使わなかったら猛攻を受けています。道が荒れてきました。以前はもう少し道が整備されていたようですが、今は通る人がほとんどいないのでしょう。この辺りは結構落石もあります。右の長良川で遊んでいる人たちは涼しげで羨ましいです。しかし長良川やその支流は流れが速く深みもあり、毎年この時期になると流されて亡くなる人がいるので舐めてはいけません。あくまで自己責任ですが、少なくともライフジャケットは必須です。国道に戻ってきました。車の映像に戻ります。対向車線が激混みなのは直前に事故があったためです。国道を外れ旧須原村に入ります。長良川の対岸には須原ひまわりの里があります。帰りに立ち寄りましたが少し時期が遅かったようです。長良川鉄道の線路を渡ります。国道156号に戻ります。須原神社を過ぎたらまた国道を外れます。90年ほど前にできた須原隧道をくぐります。国道に戻ります。ここから郡上市に入ります。この辺りは郡上市となる前は南村、その前は下川村でした。この辺りから今野にかけて本来のルートは左を走る長良川鉄道の線路よりもさらに左ですが、車が通り抜けできないためそのまま国道を走ります。国道を外れ半材の集落に入ります。本来のルートはここを直進ですが、現在は通行止めとなっているため国道に迂回します。
のルートに合流し、根室を走ります。左の吉田小学校には人工重心モニュメントがあります。人工重心とは何なのか、それは後ほどわかります。本来のルートはこの辺りから下田の渡しで長良川の左岸に渡ります。下田橋を渡り本来のルートに戻り、福野の集落に入ります。美濃市の立花からこれまで長良川の右岸を走ってきましたが、ここ福野からは左岸となります。長良川鉄道の線路を渡り、郡上郡南村の中心地であった刈安の集落に入ります。この辺りは旧白山村、下刈安であったところです。国道に戻ります。旧白山村、上刈安の集落に入ります。ここから本来のルートは国道になりますが、寄り道をします。日本真ん中センターにやってきました。真ん中とセンターがかぶっていますが、ここでは置いておきます。ここでいう真ん中とは人工重心、つまりその地域に住んでいる全ての人が同じ体重を持つと仮定して、かつ市区町村内の全ての人が市区町村役場にいるものと仮定して、その地域内の人口が全体として均衡を保つことができるでのことです。5年に一度算出される数値のため、この建物が建設された平成9年当時は確かにここ郡上郡南村に日本の人口重心がありました。しかし東京への人口集中が進み、次に算出した際には重心はすでに牟岐町にずれていました。今も重心は東南東にずれ続けているため、東京が壊滅しない限り重心がここ南に戻ってくることは二度とないでしょう。三日市トンネルの前で国道を外れます。大正時代にできた三日市隧道をくぐります。国道に戻り、愛戸の集落に入ります。深戸の集落を走ります。三日市、愛戸、深戸が合併し、水戸村だった頃もあります。名梓トンネルの前で国道を外れます。平成初期まではこちらの道が国道だったようです。国道に戻り、名梓の集落を走ります。東尾っ原の集落に入ります。本来のルートはこの左のようですが、通行できないため吉野トンネルを通ります。相生の集落を走ります。江戸時代、この辺りでは大規模な郡上一揆が発生しました。その裁判に当たったのがべらぼうでおなじみ田沼意次であり、これを機に彼は一万石の大名となります。郡上八幡に近づくにつれて町が栄えてきました。やっと長良川鉄道の車両に会えました。運行本数が少ないのでなかなか目にしません。
国道を外れ郡上市の中心部に入っていきます。郡上八幡駅の前を通過します。現在郡上八幡と呼ばれるエリアはもともとは郡上郡八幡町でした。郡上八幡城の城下町として発展し、古くからこの辺りの政治文化の中心です。かつて大火によって城下町が消失した教訓から、町には水路が整備され水の町となりました。郡上八幡城の城下町に入っていきます。新町通りを走ります。この辺りまで来ると観光客も増えてきます。今の時期は郡上踊りの開催期間でもあるため、時間が遅くなっても人が多いのかもしれません。北町の伝統的建造物群保存地区に入ります。郡上八幡城へと登っていきます。山の頂上にある城までは車で行けます。徒歩で登っても20分ほどだそうですが、私はやりません。なぜならもう4時過ぎですが、まだむちゃくちゃ暑いからです。つづら折りの道を登っていきます。ヘアピンが続くため、大きい車はコース取りが悪いと切り返しが必要になります。郡上八幡城に到着しました。本日の走行距離は 100.4 キロ、燃費は 12.8 キロでした。ずっと上り坂だったため、まあこんなもんでしょう。もともとはこの地に遠藤盛和が築いた砦が郡上八幡城の起源であるとされています。その後、盛和の長男である義高が郡上を統一し、城や城下町を整備しましたが、本能寺の変の後に織田川に着いたため追放されました。豊臣秀吉の時代には城主となった稲葉定道によって現在の城の基礎となる城郭が築かれました。関ヶ原の合戦の後、再び遠藤義高が城主となり、変遷を経て城は100年以上存続しましたが、明治の廃城令によって取り壊されました。現在の天守は昭和8年に大垣城を参考に復元されたもので、木造の模擬天守としては日本最古のものです。そういえば小金神社で願をかけたロト6ですが、案の定外れました。これで収支はトータル2000円のマイナスです。城の天守からの映像でお別れです。ご視聴ありがとうございました。